大学時代の友達、そいつが乗らずに実家に置きっぱなしにしてた。でそれを一回見に行ったんだよね。でそしたらやっぱりいいし、なんか結構カスタムしてあってオフロード風にかっこいいなっていうのがあって、友達にその車を借りて車中泊したわけね。大人2人で軽バンで寝るっていうのがきついんじゃないかなって考えがあったんだけど、何もない状態で試してみたらちょうど2人寝れるぐらいのスペースはあるなっていうのが分かりました。工夫次第でかなり快適に過ごせるんじゃないかっていうので、これは面白いんじゃないかっていう。その後友達と交渉して譲っていただけることになりました。ジョインターボっていうエブリィのバンの中では最上級クラス、5速 MT4 駆です。はい。ゴリゴリの4駆というよりはスタンバイ方式。普段は後輪駆動で走ってるんだけど、前輪と後輪に回転差が発生すると4駆に切り替わる。そんな複雑なことやってるんだ。4ナンバーの軽なんで自動車税が年間5000円。高速料金はやっぱり安いと思う。通車料金の2割か3割引き。高さ189センチ、長さ339センチ、幅が147センチ。ルーフキャリアがついてるから 2.1 メートルの立体駐車場でギリギリ入る感じ。長さが339センチってことはフェリーに乗ると4メートル未満の料金で入る。キャラバンだと6メートル未満になっちゃうね。全然違う。フォレストオートファクトリーのサスペンションを入れて2センチぐらいリフトアップ。今ついてるのはこのマットタイヤで、ルーフキャリアもヒロ君がつけていたやつで、あとキャリアにアクセスするためのラダーを上の収納がある。でもちろんパワーウィンドウ、後ろもパワーウィンドウ。運転席助手席に結構ヒロ君カスタムがしてあって、アームレストね、腰のクッション、荷室の方ね、天井剥がすとしっかりデッドニングしてあるらしい。デッドニングしてあるってことは結構雨音とか走行音とかも軽減されて、運転席側と荷室の間にカーテンがついてるのよ。これめっちゃいい。この後ろのドアの窓はパワーウィンドウになってます。はい。車中泊するっていう観点で見ると結構不便なのよ。そうなんだよね。車中泊って基本エンジン切って窓開けて換気とかしたい。そうするときにいちいちエンジンをかけて後ろの窓開け閉めするんだけど、それが非常にめんどくさい。リアハッチが車内から開けられません。でこれも結構他の動画とかで改造してリアハッチ中から開けられるようにしてるのがあるんで、そういうのを参考にしてやろうと思ってます。このリアゲートのところで133センチだ。高くなってるところで125.5、186.5、186.5、余裕で寝れるね。115。納車当初はいろんな課題がありましたが、それらを DIY で解決していきます。そしたら総集編をご覧ください。広大。ここにバッテリー置こうと思ってるんですよ。置くならここ一択っすよね。そうだと思います。俺もあれ座席外してここに置こうかな。あ、ここでね。バッテリーが多分後ろなんですよね。ここかここの下。ああ、そうっぽいな。若干なんか匂う。匂いする？若干匂いますね。ここバッテリー確定？確定ですね。あー、ほんとだ。バッテリー見えるわ。またまた。すげえ回った。すげえすげえ。なんなのこれ、締まりすぎでしょ。この道具、こんな道具の存在すら知らないし、もうすでにここ来てよかった。またまた。すげえ。おう、ああ、切れた。まあでも外れた。バッテリーちっさ。うん。ケージがちっちゃいですよね。こんな小さいんだ。タップ切り直して、山作り直しましょう。できるんですかそんなの。できますよ。バスバーとバッテリーのプラスから下を通してここに出すと。であとはこっちに穴開けるか、ここのスペースとかを使ってここのバッテリー置く場所に持ってくる。エブリィが面白いことになってきた。よいしょ。床作った時にこの下にちょっと収納もできたらですね。いいっすよね。うん、その方がいいですね。
一回上げて、うんうん、収納のこと考えると10 10センチ15センチ15ぐらい上げるよかな。あでも20センチぐらい上げても多分上は余裕あるから、それなら20ありっすね。ぐらい上げた方がいい。この重さが20キロぐらいなんで、これ外した椅子が何キロかに。ああでもそれでもまだ軽くなるかも。椅子が結構重いっすね。ああ、重いですね。ねキャンピングカーのプロがやってくれちゃって、なんと穴開けなしでこの隙間から通ってきた。よし。で、多分ちらっと見えたんだけど、ここに1個ほらあった。ああなんか2個ケーブルカッターも。あここにあれ他のもある、お手つけ馬もマニュアルだった軽くこうちょっと甘噛みさせてうんくるっと回すんですよ。うんうん。でこれで挟んで、おーロブスターの圧着コーム。これ結構高いんですよ。方が万超えますね。万はいかなかったかな。これの上のサイズは余裕で万いきますよ。おおいい。ガチって入ったすげえ新しいなそれ。間違えた時のこと考えるとちょっと怖いけど間違えたら抜けなそうっすよね。ね。お、来た。おお、すげえ。それは新しいな、面白い。これなんか安心感ありますね。安心感ある。それ外せなくなった時どうすんのかな。いや外せますよ多分。ヒューズはだって最悪この中間ぶった切ってそうでもいいつければいいし、し、ここ切ってばしてつけてもいいし。あこれ切ってもいいしね。あ外れる。うんうんうん。最近もこれが主流らしいです。あ、そうなんですか。うんあ、でも確かに。プラス。本当ですよね。でこう。おこいつがなんか乗った。セレクト長押ししてLI で長押しで確定。これとメインバッテリーの間はマイナスはボディアースにしてあって、これこのベルトで取ると。オッケー。おついた。チャージングってついた。パワーオンチャージング。もうネジ山作り直したんで。何？折れたネジの上から穴を掘ったって。穴掘って山作り直したんです。すげえ、そんなのできる。こっちも綺麗にしたんで手で回るようになりました。おお。インバーターもつないで、バスバーもフル活用して、このモニターもつながってます。あ、これの設定はまだしてないけど、とりあえず後回しで。じゃあもう一回エンジンかけてみよう。15アンペア、20アンペア。おお。アイドリングで40アンペアいった。40超えた。素晴らしい。素晴らしい。最後インバーターチェック。うるさ。お願いします。いいっすか？あっちは107ワット。あ、大丈夫。OK です。おてつさんのおかげでできた。これほとんど何もやってないです。いや一番大変なとこやです何もしてない時の待機電流は 0.28 ワット。あ、でもついたり消えたり 0.2 ワット。もしかするとモニターのモニター自身か。かもしれないなんかでかくなってる
でかくなってます。あ、こんにちは、お邪魔します。稽古しながらも平間さああしました。シャーやられた。昨日引っかかれたからな。トイレ行かして、トイレ行かして、トイレ行かして。おチャイはね、これやるとガブってこれに噛みつくんです、持ってこうとする。出すの遅くなる。常連。炙って角度をつける。はい。赤くなるまでやんないとダメ。赤くなるまで。赤くなってきた。潰れちゃう。お願いします。ああ、動いた。青い。青いですね。おお、固定された。頼むよ。これこっち側の残ったパイプは放置でいいんですかね。うん。いいと思います。一旦じゃあクランプ外してみますね。はい。これで漏れなければ OK。大丈夫そうですね。おお。それをどっかに車体に固定しないと。そうですね。この後やります。すげえわ、おてっちゃん。これによって本来ここまで来てた液体がここまで来ずにさっきのところ U ターンして戻っていくようになるんで、これを取り外せるようになるらしい。うわ壮絶な感じになってる。壮絶っすね。おお、すごい取れた。晴れてここが収納スペースになる。あ、ここ使えるのでかいっすもんね。これも取れる。それも取れますかね。おお、取れた。ジャッキもなんかこれスペース持て余してますね。うん。まあ移設できるなら移設して収納にしてもいいけど。これが外したヒーター。あ、やべ、あ、漏れた。切れない。いいんですか。どうぞどうぞ。縁側。これ研いだの。うめえ。うまっ。このテカリはなんか塗ってあるんですか。うん、一応味付けてあります。へえ。何出しですか。昆布とカツうオと。うまそう。はい、どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。うん。あー、うまい。よかった。うまっ。めっちゃくちゃうめえ、これ。何だこれ。今ね、配置が決まりまして、決定。運転席助手席があって、助手席側です。なぜならエブリィは一人で使うことが結構多いんで、バランス的に運転席に人が乗ります。でこっちにバッテリーがあったらもう右側に重みが寄っちゃうから、こっちにした。バッテリーでしょ、インバーター、インバーターは外側から抜き差しできるようにここにしました。バッテリーはここなんだけど、雨が入り込んだりして端子が濡れないように端子側を内側に入れて、で他のこういうバスバーとかバスバーって言いたいよね、結構真ん中に置いて、充電器はちょっとここヒューズがないからヒューズを入れて完成させる。ダイソーマジックテープのダイソー結束バンド。
車の下を通ってここから出てきてなるほど。でここからさらにこう出てこの充電器につながってる。この間にフューズを入れないといけないんだけど、ここかここかなって感じなんだよね。よし、頑張れ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 。いった。フューズってのはこれ60アンペアフューズなんだけど、60アンペアの以上の電流が流れるとここが切れてショートしないようにしてくれる安全装置。身代わりになってくれると。そうそう。ケーブルの許容電流超えた電流が流れるとケーブルがバーストして車両火災になるから最悪なんだよ。それは絶対避けたい。そういうの必須のものです。小鉄産地で走行充電ができるところまでは確認してる。ヒューズなしで。ギリギリ攻めるいいな。ね。かっこいい。斜め気にならんタイプ？うん。だって別に縦もできるけど、縦にするとあーこのケーブルが給排気がうん。下の空間が狭いから、斜めはまだ微適センスがむしろセンスあると思われるから斜めってああ、なるほど。おしゃれで。はみってんのはダメだよ。そしてそこにヒューズは入りきるん。入りきるね。おっと危ない。なんで霧にしたかっていうと、やっぱね、俺このエブリィはね軽くしたいんですよ。うん。絶対に重くしたくない。軽量っていうのは一つのテーマ。この走破性ってもう最強の武器だから、車としてそれを損ないたくない。重いと急な上り坂とか弱くなるし、悪路も走りにくくなるはず。あーギリギリやった。危ねえ。怖いよ。でヒューズを端に固定します。確かにこれ倒れ気味になるね。うん。だよね。でもこれ俺バッテリーがこう来てこうなる。あとはこことここを何かしらでなんかくっつけられればいいけどね。マジックテープ。マジックテープなどで。オッケー。オッケーオッケー。よし。無駄に長いケーブルとかがあるんで、こういうのをちょうどいい長さにカットして端子付け直してでやっていきたいと思います。バッテリーのプラスマイナスつなげばいいと思います。 OK。 よーし、ダイソーで買ってきた。ガビガビすげえ張り付く。うちもやりたい。あ、これすごいね。あ、なんかすごい斜めになった。あ、いいよ。はい。あー、使いづらい。あ、使いづらい。ベリッとここの間にこうビタ着させると良くないんですよ。私のイメージは今度一部だけにクッションみたいにボヨンって入ってるイメージ。これがボヨンってなるの。なるほどね。そうそう、そういうイメージだった。こういうことね。そうそうそう、それだったらある確かに程度通気性がありつつ守られてるっていう。一番重要なの忘れてた。メインバッテリー側をつながないと走行充電が開通しないんで、一旦バッテリーの設置と充電器と走行充電回路、あとモニターの設置は完了しました。モニターはまあレイアウト次第で、これから作る内装のレイアウト次第でどうにでもなるように一旦フリーにしてあります。この辺はまあ仮固定かつ本固定のような感じにしてます。バッテリーも一応マジックテープで滑らないようにしたんで仮
バッテリーの前のところ、ここに足が来る。2x3 をここでカット。めっちゃ断面綺麗。こっち側はこの高さって決めてカットしてつけたんね、そっち側がまた全然違うから、高さが。だね。こっちの下につける土台を何センチにするのかっていうのを決めたいんだけど。はい。結構水平じゃん。水平？車。これでできてんだからいいんじゃない？ここが水平なら水平を目指せばいいのかな。今この後ろ側のところ置いたけど、ここもほぼ水平だから水平を目指そう。多少の誤差は許されるはず。1920にするわ。よし。どうでしょう。多分バッチリ。反対側、多分バッチリ。いいんじゃない？ついにここまで来た。辛い時を乗り越えて。ここまで来るのにこの高級な合板5枚消費しました1枚5000円弱、2万5000円おじゃんになったね。何かに活用できればおじゃんとは言えないんだ。わお。
この足をこのボルトで固定したい。DIY 超久しぶりじゃない？俺は久しぶりだった。こっちもバネ雑巾いらない。もうこの弾力がバネみたいになってる。この足の位置を確定させるために、これバシッと決まった状態にした。いいね。ここがぴったり、ここもぴったり。全体が一体化してきた。全部の角に L 字が入ったから合成が増した。完璧じゃん。全然たわまない。やっぱ18ミリのラワン最強だわ。木材あんま使わない話はどこ行ったって。無駄にね、ここのくぼみとかまで再現しちゃったから。再現されてる。ストレートにしようか迷ったけど、やっちゃった。それでもよかったけど、やりたかったよな。達成感すごいわ。昨日の夜、夜な夜なこれ型取りして。このね、マット絶対断熱とかすごいから、断熱難燃性汚れ防止。これは下に敷いといた方がいいと思う。ここにバッテリーがあるんですよ。定期点検の時とかにバッテリー見れないとダメだから。よし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 、素晴らしい。オッケー。こっちもこんなもんでいっか。おっしゃ、固定された。ほら、これ揺らすと車ごと揺れる。なんかずれないようになんかやった方がいいかな。多分この辺触れたまま走ったらガタガタになるかもしれない。あれはまった。すげえ微動だにしなくなった。はまった。接着剤でこの 1x2 を留めたんで、ちょっと見栄えはマシになったかな。疲れた。ボンゴやってた時思い出したわ。ああ、そうだね。一日中 DIY してシャワー浴びて飯とビール。乾杯。乾杯。そもそもはまる。お、いい感じ。綺麗にはまるんですけど。このさ、ここに鉛筆で線欲しい。
これは確かダイソーの網戸。こっちは外でこう中に入ってるね。ここの穴だけ採寸を間違えてずれちゃったので、これはパテ埋めすれば切れる。そうちょうどあった。オッケー。ストップ。オッケー。ズゴンって上に突っ込んだね。熱いな。いや早速つけようよ。入ってくる。入ってくる。涼しいができてる今。いいね。ああ。ウィンドウはなんかこんな感じ。ここのワイヤーを引っ張れるように別の経路でワイヤーを作ると。チョーク用のワイヤー、他の YouTube チャンネルを参考にしてるんですけど、これね、ホンダの船外機のワイヤーと一緒説あるチョーク。微妙にこの字の太さが違うけど、なんかまあ用途はこれ用なんだろうなって。これで締め込むと。で、開ける穴が 91mm の穴を開ける必要がありそうです。結構大きめの穴だ。これの位置は極力右側にした方がいい気がする。この辺が一番いいかな。失敗は許されません。くぼみをつけました。エブリーに初穴開け。次じゃあ 2.5 か。11ミリの穴にしないといけないから。これでいけるはず。来た。裏側からこれで奥まで手入るか。入った。これを引くとこれが伸び縮みするんだけど、この先っちょをこのドアの開閉の金具の部分にくっつけて連動させると、これができればこれを引いてドアを内側から開けられるようになる。小さめな結束バンドを使ってやってます。耐候性のやつ。細いね。先っちょの引っかかり部分を作りました。でこれをさらに結束バンドでここに固定しちゃうと。これで固定します。
これは締めすぎだな。こんぐらいがちょうどいい。きたー。きたー。なるほどね。これでなんかエレクターパイプつけるとか思ってたけど、これでもいいね。それめっちゃ丈夫やろ。いくよ。うん。あ、そこで押してえいって開けるんだね。あ、これいいね。いい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 。あ、おお。おお、いいね。あ、涼しい。なんかそのグリップでいい気がしてきたんだけど、丈夫ですね。それか紐みたいな、キャラバンみたいな紐をつけるかだけど、ああ、なるほどね。一旦でもそれがあるならいいや。必要になったらつける。今日は長年の夢が叶います。これをエブリィに取り付けます。エブリィで車中泊をしてると、エンジンを切った状態でリアのパワーウィンドウを開けられないっていう課題があったんですけど、エンジン切ってるともう開け閉めできないんですよ。キャラバンとか手動で開けるやつだったらそういう問題はないんですけど、グレードが高い車種だと後ろもパワーウィンドウになってたりするんですけど、そういうのがあだになって車中泊の時にまず開けれないっていう問題があります。後ろでもうエンジン止めて後ろで作業する時、料理とか暑い時とか網戸つけたりとかしたい時にこれちょっと不便なんですね。でどうにかしてエンジン切ってる状態でも窓を開けられるようにできないかなって思って調べてたら、これに行き着きました。これいつでもパワーウィンドウっていうもので、電気に詳しい人が基板とか取り付けて作ってあるものです。これを今つけていきます。でちょっと取り付け方調べたら、これ作った人のホームページがすごい詳しくて、すごいんですよ。とにかく取り付け方は簡単に言うと、ヒューズボックスにドアロックのヒューズ差し替えて、常時電源の取り出しもヒューズボックスのところからこう端子を差し替えるっていう2点だけ。どんなもんなんですかこれ。もう本当になんか DIY とかがほぼ必要ないものになってるらしいです。僕が買ったのは無線のリモコンで操作できるものを買いました。で一応この有線のスイッチもついてます。リモコンとスイッチどっちも使えるようになってるんですけど、基本リモコンで使うかな。こんな風にすごい綺麗にまとめてくれてます。結構いろんな YouTube の動画でもこれをつけたっていう動画上がってるんで、だいたい YouTube で検索したら事例が出てくると思います。エブリィ以外でも他のホンダの車種とか、いろんな軽バンに設置事例があるらしいです。この人のホームページとかこれを買える URL は概要欄に貼っておきます。有線のリモコン挿すやつか。もしこれ使わないならこれ抜いておけばいいだけだね。電源取り出しの端子、これがドアロックヒューズに差し替えるヒューズ、これがボディアースに接続するマイナス端子で、このパワー電源の取り出しのところには逆流防止のダイオードとかも入ってるから、他の電装品に影響を与えないような安全な作りにしてくれてるそうです。まずはこのグローブボックスを外すんですけど、外したことない。中身を一旦出して、内側に押すと取れるって書いてあるんだ。これで、こういうことか。するとここにフューズボックスが出てきました。20ともうご飯、はい、この30とこの20を取り替える感じ。これを押すと赤く光って、これなんかタイマー式でボタンを押してからしばらくの間、この明かりがついてる間だけ開閉ができるそうです。できた。
であとこのリモコンもついてるんですけど、これ電池とか入ってるのかな。ご丁寧にストラップもついてます。 A と B があるんだけど、これ A を押してみようかな。 B。 おお、できた。 A をちょっと長押しかな。 B もいいのかな。 B は関係ないんだ。 A を長押しするとちなみにこれフロントもできるんだ。このリモコンが便利すぎるんで外しちゃいましょう。有線この中にぶち込んでおけばいいって話よね。見る？どれどれどれ見して見して。まずじゃあこの中に入って、はい。 A を1秒ぐらい押して、A を1秒ぐらい押して離してで窓開けてみて。開いた。ほらしまった。来たっしょこれ。来た。最高じゃね？ブラボーじゃねこれ。ブラボ最高じゃんこれ。ー。うん。ヒューズボックス入れ替えただけ。そんな簡単にできるんだ。何が来た？これエブリィのうん。天井収納に使うやつ。アタッチメント。これを車体に固定してこれで包み込んで、ここにディレクターパイプを固定して、ディレクターパイプを150センチのやつが2本と120センチを3本買ってきました。ホームセンターで、ダイソーでパイプカッター500円で買ってきました。ディレクターパイプのメーカーが出してるパイプカッターだと5000円ぐらいするんですけど、ダイソーで500円で売ってるっていうのを他の YouTube のやつで見て買ってきました。であと上の棚に使う用のネット、ちょっとサイズ感が分かんなかったからいくつか買ってきました。これの組み合わせでやっていきたいと思います。一旦このジョイントをつけてみて、その後合わせながら寸法を決めていきます。ここは絶対使うんですよ。ここの間が45センチ。バランス的にこことこことここかな。内装剥がしこれでいけるかな。本当にボルトになってる。こんなのが取れて、この中マジでボルトです。ジョイントの付属のネジね、ちゃんと入りそうです。こうして OK。両方つけました。で次にこれを外していきます。セカンドシート取っ払ってあるから使わないのでちょうどいい。今まではこれにタオルとかかけてたんだけど、それがもうディレクターパイプでもっと良くなる。タオル掛けとして。よし。1、2、3、4。いただきます。あなた今夕飯食べたばっかりでしょ。132センチに切る。軽く固定します。2、3回本体を回し、ノブを少し締め、再度2、3回回す。これを繰り返すと切り口が美しくなります。こういうこと。締めて切れた。こんな風に切れた。思ったほどバリは出てない。緩めにつけて、もともとあった穴にそのアタッチメントをつけた。そう。なるほどね。こんな感じで1個緩めにつけました。一旦2箇所で仮止め。さすがに4箇所止めたら結構強い。
プがなんか外から側が4個あって中にはめるのが6個あったのでそれ買ってきました。本当は全部統一したかったけど外からはめるやつを端っこにつけます。悪くないと思います。横方向の棒をこれでジョイントします。 HJ6 っていうやつですね。ここにこれがあって9センチかな。これを横でこれを縦としましょう。縦のパイプの下側に横をつけたんだけどこれぐらいのスペースがあった方がいい気がする。19センチぐらい高さあります。最大のところで寝袋とか突っ込むんならこのぐらいの高さが必要なんで一旦これにします。ダイソーのパイプカッター普通にいいよ。横の端っこにもキャップをつけました。ぴったりでここの電気があるんだけど今まで通り使えますと。ここにもパイプ渡したんでサーフボードを詰めるようになりました。ここについてたカーテンはちょっと改造しないといけないことになったんで一回取り外してこの天井にカーテンレールをつけてカーテンをつけるようにしたいと思います。これいいね。さっきこれを下につけてたんだけど運転中に頭に当たるんで横のパイプの上につけてちょっと上に上げてる。最初はこの手すりがあったところの両方ともこれをつけてたんだけどこっち側は外して片側3本にしました。なんか無駄に多いかなと思って見た目的にも等間隔な感じの方がすっきりするんでタオルとかもかけやすくなるし。このカーテンをこの部分をなしにしたいんでこのカーテンレールをちょっと加工して上の部分にぴったり合うようにしてもう一回付け直そうと思ってます。なぜならこれがあるとこのサーフボードが乗せられなくなっちゃうんでっていうのとこれがない方が前の空間までが1個の空間になるから開放感が出るっていうのはメリット。ネジ3個で止まってたんでこんなネジで止まってました。まっすぐカーテンレールをつけれる長さは75センチでいきます。こことこことここの3箇所なんかクリップが入ってるんでここをきっかけに固定できないかちょっと調査してみます。これは断熱材が入ってて見づらいな。前の持ち主の友達がこの間に断熱材入れてるわ。5ミリのネジが入った状態で干渉せずにレールがちゃんと進む。どういうことなの？この状態でぶち込めばいいのかな。とりあえずこれを穴にぶち込んでみる。おお、入った入った。すげえ閉まった。めっちゃ閉まった。お、右も止まった。よっしゃ。完璧についた。正直3つもいらなくて両サイドだけで十分だったけど真ん中もつきました。カーテンレール上につけたんで素晴らしい。尺が変わったんでここのサイドのマジックテープを付け直します。ダイソーで買った粘着式のやつこれをカットしてペッてつけてするとこれが横にペッてつくんでこれも横にね4個この辺バッチリつく。もうバッチリつく。もうそこさ固定だよね。さすがダイソーさん。ベリってやってもこれは剥がれないからいいね。これどうだい。これサーフボードあっても締めれちゃうね。今まではここにパネルがあったからこれできなかったんだけど、この上にサーフボードとか長物を積むために移設したっていうね。
うんめっちゃいいじゃんこれ。いいじゃん。これマジックテープのおかげでこう両脇にまとまるからうん、バラバ邪ラし魔にならん。ううんん、いいっすね。ここにテーブルを作るってのありかなと思っあ、でこうやって2人で横に並そうんで座る。た。うん。ね、ここにテーブル置くのはいいけど、冷蔵庫はどうする？普段テーブルの下、寝るときテーブルの上。ああ、確なんかコメントもらったんだ、か視聴者さんから。に。うんうん。こっちに後ろにテーブルを置いて寝るとき全部その上に置いて寝てますみたい確かに上に置けばいいな。やん。その上にひょいって置くぐらいならそんな大した労力じゃないかなと思ったし、だしボンゴでも私ら毎回ベッドの展開してましたよね。今後の展開に比べたら楽かもしれないし、うんうんというのとここにテーブルがあったら結構車内広く使えんなと思って、ここの上に収納あんじゃん、これも気にならないんだよ。こっち側向いて料理とかさ、頭がゴツンって当たるのを気にしない。そう頭当たんないんよ。エブリーなねこの電源でいつもこれでやってる。これでいい。完全に歯が止まるまで一切触れずに待っておかないとダメ。最後まで行かなくても大丈夫。乾燥待ちです。食べよう。いただきます。バジルがサラダに入ってる。あ、そうそうそうここのナットを利用してイレクターパイプでこういうふうにパイプ作ります。これ60センチでちょうど売ってたんだよね、イレクターパイプが。ゴムキャップがいいな。出具合というか。適当にそれぐらいにする。このテーブルは、今暫定ね。いいねいいねいいね。ちょうどいい高さだわ。いい感じいい感お、いいね。高さちょうどいいわ。じ。いい。こんなジョイントをバチッとはめてテーブルにしますと。長さがすげえギリギリでマジ？割れはしないんだけど貫通がギリギリしないぐらい。これ大丈夫？何が心配？全く同じ長さじゃない？お、大丈夫じゃん。全然貫通してない。しゃあ、オッケはまるわ。おー、いいねこれ。ー。いいよいい。スライドも可能。とりあえずこれが仕様に買ってたエレクターパイプ。カットもしてて。あ、何これパッカパカ。安定感は？安定感ね、意外とある。そんなたわんでないよ。こういうの最高っすね。これが新たに追加されたのと、これが新たに追加された。この上にサーフボードも積めます。全然違うよ、利便性が。とかね、寝袋とかいろいろ積めるし。
このエブリィのサブバッテリーは 200Ah のやつがリチウムイオンバッテリーが乗っていて、走行充電がついてます。電気の取り出しは今この 100V インバーターだけになってるので 12V 電源もつけていきます。それに必要なものを買ってきました。バッテリープロテクター 12V、 これはスイッチがつけられるやつで、端子台にメインスイッチが細い線でつけられます。リレーがついていて、シガソケ、これが一番欲しくって、車載冷蔵庫とかをサブバッテリーから使う時にインバーター経由の時よりも 12V のシガーソケットから取った方が電気の効率が圧倒的にいいので、これは必要です。これフューズボックス、ブレーカー的なやつ、キャラバンでもボンゴでもこれとこれを使ってます。これバッテリープロテクターっていう名前だけあって、バッテリーの電圧を常に監視していて、電圧が一定ボルト以下になると電気を遮断するっていう機能もあります。その機能はこのリタイムのリチウムイオンバッテリー自体に入ってるんで必要ない機能ではあるんですけど、別にあっても損はない。説明がめっちゃ丁寧に書いてあるんで、これの通りにつければ問題ないです。大丈夫か。10アンペアヒューズ。お、来た来た。通電しました。板とかに固定せずに仮で配線を完了しました。スイッチ入れてつくかチェック。お、つきますね。このリレーがカチカチっていう、このスイッチがね若干電気食って2ワットぐらい消費してるんだよね。配線を整えてこんな感じになりました。端子台とかヒューズとかは板に固定をして、この板自体はまたすぐに DIY の時に開けられるように結束バンドとベルトで固定してます。これでももう十分しっかり固定されてるんで、これはベルトで車体に固定して吹っ飛ばないようにしています。メインスイッチはちょっとまだ固定する場所がないんで一旦泳がせてあります。でこのシガソケは、シガソケもそうだしメインスイッチもそうなんですけど、引っ張っても元の端子台のところに負担がいかないように、これがきっかけでクイッと止まるようにしてます。こっち側にもシガソケつけてるんですけど、引っ張ってもこれ以上はいかないようにしてます。こっちの根元の方を守るために。でシガソケがこっち側とこっち側で一応使えるようにしました。でこの後もこの 12V の電源からウィンチとか照明とか FF ヒーターとかつないでいく予定なんで、拡張しやすいように簡易的な止め方にしてます。結束バンドでもこれ十分強度が出てるんで大丈夫そうです。ここがもともとこうなってたからドア開けないとインバーターのスイッチオンできなかったんだけど、車内にいたままできるようになりました。でついでにね、ここも削ってね、クソ仕様脱却した。イエーイ。手突っ込んでピッピやってみる。ボタンがどこだ。よっしゃ。これでドア閉めた状態でインバーターオンオフできます。できる。OK。
しい。完全に整った。完全に整った。これいいっしょ。いいめっちゃいい。今、頑張ってやった。うん。照明のアイディアが湧いてきちゃいまして、エブリーに照明をつけるんですけど、キャラバンで使おうと思ってたけど使わなかった電球色の細い LED テープ、これを使います。それをメッシュの棚を固定するための支柱、この字型の90センチのやつですね。そこの90センチのここにすっぽりはまる角材、この角材に LED テープを貼って照明を下側にしてこう入れるとすると、この隙間からいい感じに光が漏れるんじゃないか。つける場所はこの2個先の固定箇所までがちょうど90センチだった、91.5 センチだったから、そこの辺を目指します。で配線はここにねプッシュ式のスイッチをつけたいなと思って、こういうキャップを買ってきました。この 12V 電源のヒューズボックスに 5A のヒューズを挿して、 LED ライト右用と左用それぞれ配線します。 0.5 スケアのダブルコードを使います。プラスマイナス一緒になってると配線が楽です。丸型端子、長さが6メートルあるんで一旦半分こします。右と左で3メートルずつかな。ヒューズボックス側がこれで設置完了。再線用の配線コネクタを使ってカチッとでスイッチ、あれ何このクソスイッチ、そういうことか。押してる間しかつかないんだこれ。やられたわ。ちなみにこの消費電力はつける前が 3W ぐらいで、つけたら 34W、 つまり 30W ぐらいか全部で。実際はこの90センチ分しか使わないんで 10W ないぐらいになるんじゃないか。完成形はこんな感じになると思う。助手席の裏なんですけど、シートベルトのこの出てきてるところ、ちょっとモール剥がしたところちょっと通せたんで、運転席側は配線通しの針金をシートベルトの裏にこう通して、おいだ、こっから配線出てるのも微妙なんで、こっから横から手突っ込んでこっから引き出します。するとこっから入った配線がこっから出てきたと。来た。こんな感じになった。ディレクターパイプの端っこにスイッチができた。いけるっしょ。あ、おー、いいね。ツナみたいに、うまいってことだねこれ。大好評で。91センチの角材。こんな感じで角材にテープ LED を
ありまして、照明がつく側を穴が開いてる部分にじゃん。点灯させていただいてもよろしいでしょうか。これは。いくよ。そこにスイッチがあるんだね。おお。いいじゃん。よくね。いい。この武骨な感じよくない。ディレクターパイプと合ってる色が。黒のね。結束バンドで留めただけだから外そうと思ったらすぐ外す。おお。配線もね頑張って隠した。綺麗。仕上がりがすごい綺麗。あ、ここにちょっとここに出てるだけなのね。そう。で中通ってんだ。壁の中通ってここからちょろっと穴開けて出してきて。でここにスイッチつけたのが結構俺気に入ってんのよ。いいねいいね。このキャップのところの穴開けて。これもすごい工夫されてる。こっちも一緒。充電式のさ照明もいいんだけどさ、電池の残量気にしないといけないのが結構ネックでさ、これねもうこのサブバッテリーから電源取ってるからもう一切気にする必要ない。電池の残量とか最高ですよ。こっちの方がちょっと明るく感じる。多分この穴からちょうど全部出てるから。穴と合致した。これもちょっと微調整したらもっと明るくなるけど、でも多分大丈夫だと思う。気になる消費電力は今デフォルトで 3W。 こいつが 3W ぐらい食ってるんだけど 3W で片方これつけると、17W になるんで 14W かな。片側 14W。 こっちもつけると 17W が、31W ぐらいになるんでやっぱちょうど 14W だね。14W、14W 合計で、28W。 夜のライトの明かりを確かめたい。これ暗闇。いいね。ちょっと眩しいけど、ちょっと目線と同じ高さに光があるから眩しいけど十分明るいよ。明るさは十分いいっすね。ちょっと眩しいけどいいんじゃない？だってほらこっち両サイドから光が来ると手元が影になることがないから。寒すぎでしょこれ。あ、でもいけなくもな。いけなくもないですね。第1希望はここで、第2希望が後ろなんですけど、レンダーないは厳しいですね。スライドはステップはいけるはずなんですよ。いけるはずっていうかメーカーとりあえずつけてみたのはここです。管もシンプルですよね。そうですね。メンテもしやすい。いや、そうなんですよね。後ろにつけたら床の高さを上げないといけなかったり、それがめんどくさくて、もうスライドドア一択かな。ここはだってメンテもしにくいか。ここだってサイネさんが入ってないですけど、そういうもんなんですか。プロトタイプ。プロトタイプだっていうことを言ってほしいのと、今は買えないよっていうのをちょっと押してください。あ、はい、わかりました。販売に向けて動いてるっていうことを言ってもいいと思います。まだ調整中。調整中。リモコンもそうだし、タンクもどれにするかとか悩んでるし。これキャラバンのと一緒だ。コントローラー。あ、大体これです。大体これ。3種類ぐらいあるのかな。28ちょいです。28.5ないぐらいですね。ここまでだと13ないぐらい。10センチないぐらい。だいぶ小さいですね。1.5 キロあって。1.5キロワットですね。ここ前はここであるんですよね。裏側は
お裏側大丈夫そうです。大丈そうっすね。吹き出し口こっちっす。俺いつもヒーターつけるのに1週間ぐらいかかってるんですよ。あ、そうなんですか。自分でやると。大体いつも1日で終わるっす。下からここに直接友締めしちゃえば。うん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 。綺麗にお任せしちゃっていいですか。コードないのいいっすね。ジグソー。うん。本当はね、チャーシューに乗ろうと思って、チャーシュー、後藤に持ってください。モンスター釣りましょう。もうすぐすぐ終わる。丸くなった。一応角はクリームして。モニターつきっぱなしにならない。これ違う。あ、なるんだ。あ、これは消えるってこと。キャラバンだと消えます多分これ。おお。これ消えるやつです。消えるんだ。消えるやつ。まあ消えないならスイッチつけるかも。液状ガスケット。そうですね。これ使います。べったり塗って。塗って、はい、鉄板にべちゃってガスが漏れないようにしないとね。くぼみはなんとかなるんですけど、レールが干渉しそうな。ちょっと避けたつもりだったんですけど。すげえギリギリ。ああ、本当だ。重なってるここ。もしこれで通ってくれないと切らなきゃいけないかもしれない。下から出ない可能性がある。いけそうですね。なんかいけそうに見える。燃料タンクはこれをここに置く感じにするけど、いつもだったら下から出すやつをつけるんだけど、移動できるようにしたいから給油の時とかこう出したりとかで取り出すやつをつけてる。この辺のここの際のところら辺から出したいです。ここにタンク置くから最短にするというか。すいませんでした。これ1個無駄にしてしまって。耐熱ガスケット。これがないと隙間からガスが漏れるかもしれない。あ、六角で締めるんですか。そうですね。普通のボルトにしようと思ったんですけど、スペース的にきついんで。なるほどね。ヒーターついた。元の穴がコーキングされた感じに。袋になってるとこ穴開けちゃって大丈夫ですか？任せます。はい。あ、管を固定するのにってことですか。そうですね。それつけてくれるんですか。ベバスト出た。いいんすか。俺もつけたし、ゴンちゃんもつけました。おお、かっこいい。一応当ててみます。いいですかこれ？はい。ここからチューブ出す。そうですね。おお、排気がついた。あ、それで締めればいいのか。はい、結束バンドマウントだ。はい。対抗性結束バンド。とりあえず終わりですか？はい。ありがとうございます。いえ。空気と排気と燃料チューブが車の下についた。なんと内張りが干渉してドアが閉まらなくなってる。完全に罠にはまりましたね。はい、想定外の事態。想定外の事態です。ここの部分が、ね、こいつここがね、謎の出っ張りがあった。
ドアが閉まった。完璧にかわしてる。よかった。これでやっと走れる。はい。これ外すことにならなくてよかったです。ありがとうございます。昨日てっちゃん家で本体の設置まで終わったんで、燃料チューブ、ポンプとかもろもろタンクにつなぐのと残りの作業をやります。ちょっと吹き出し口についてはここ一面床板になって、2人で寝る時にマットが床面の上全面埋め尽くされちゃうんで、ちょっとこの辺とかから吹き出し口を出す余裕がないんで、今のところ第一候補はここからこう来て、この辺からニョキって出す。で燃料タンクはなんか移動できるように上から吸い上げるようにしました。これもともとついてる部品を使うとこれができなくて、なんか下に取り付けて無駄なく燃料を使えるんだけど、タンクが移動しづらくなっちゃうんでこうしました。でここに置いてベルトとかで固定して、給油するときはちょっと出して、ここからガソリンスタンドとかで給油すると。ちなみに燃料は灯油です。もともと本来ディーゼル用のディーゼルヒーターなんだけど、灯油でも動くやつです。キャラバンでもボンゴでも同じタイプです。フル用のゴム、オイルフィルター、プロトタイプだから新品ではない。若干汚い。燃料ポンプはこっちが吹き出し口、こっちにかかって、このチューブの長さ、下に移動できるぐらいの長さをフィルター完了。吹き出し口は一旦これで。頑張れ頑張れ。サイレンサーって後からじゃあつけられない？つけれるよ。吸わない方がいい。燃料が行き渡って動き始めてる。白煙も出なくなってますね。ポンプが意外と静か。ポンプかなり静かこれ。ヒーターの稼働音にかき消されるぐらいの音だから全然気にならない。最近はやっぱサイレンサーがついてない分、ちょっと甲高い音が出てるけど、思ったほど大きくはないかな。あったかい空気はしっかりここから出てます。ここちょっと灯油漏れてんな。電源オフしたらもういきなりブチ切れる。でもちょっとクールダウンしてるわ。してる。これで漏れないように固めちゃう。今日めっちゃ寒くって今車内温度が 7.3 度なんですけど、どんぐらい温まるかテストしてみます。一応車中泊する時と同じような感じ。これの長いやつがこのサイズでホームセンターに売ってなかったんで、今すぐ入手できないんで、この状態でテストしてみます。じゃあ 7.4 度6時25分スタートで、起動の時にバッテリー電気何ワット食うかというと136ワットかな、最大で。6時40分で 8.2 度、30分経って10度か。ちょっとずつ上がってるけど全然まだまだだね。ぐるー7時28分になって 12.6 度、1時間経って5度上がってる。ここはどうでしょう。これにぶち当たりまくってる、あったかい風が、うまく外に出てこれてない感じがする。やっぱね、温度上がるのは遅い。吹き出し口の問題なんだけどね。ヒーターでポンプめっちゃ静かだよね。これ振動もないし。タ
確かにマイルド。ポンプよりこのガーの方が大きいから聞きされた。耳悪くなったかな。ポンプの音ほぼ聞こえないんだけど。嘘。キャラバンのやつよりちょっとマイルドな感じする。1時間半で18度。遅い。今2時間ぐらいずっと動かしっぱなしなんだけど、接してるところが熱くなって溶けたりしないか不安だったんだけど、全然この表面は熱くなくてむしろ冷たいぐらいです。ここはちょっとあったかいぐらいだから、ここ触れてるのもそんな心配いらないと思います。ここ省エネだね。グルちゃんこれが届いて、ここに延長してこの床の上から出るようにしたんで、これでもう一回試します。7度台からスタート。午後4時53分スタートします。最高出力で5時6分で、10.7 度。あったかい空気が直接室内に入ってくるから、もう11度間近だね。5時14分で 13.8 度。今からご飯食べに行きたいからここで中断します。12.3 度から再開します。6時半。ぐるちゃんぐる。30分経って21.9 度。だいぶ温まったね。7時50分で 24.5 度で、これ今シェードも何もしてない状態なんで、全部シェードした上にカーテンも閉めて全面シェードしてどうなるか。でこれカーテンしてもこの吹き出し口はカーテンより下にあるから偶然大丈夫で、今 24.2 度で7時54分。くるにゃんくる。9時半で 27.8 度まで。エブリー用のシンクを作ります。カインズの箱。塗料コーナーにあった4リットルの、ポリタン。これがここに2個ともうちょい小さい2リットルのポリタンがちょうど収まるので、清水タンクを4足す2、6リットル、排水タンク4リットルのこれをシンクにしようと思います。これちょうど高さこんな感じでして、これ全部ホームセンターで買ったんだけど、トレーとなんか排水口っていうのかな、このアルミにアルミじゃねえや、ステンレスか、この辺に穴開けてこれ排水口つけたらちょうどいいんじゃねえかっていう。この蓋をくり抜いてこのアルミをバコンとはめて、これ充電式ポンプ兼蛇口、こんなこれは Amazon で買ったんだけど、これをどっかしらにつけてシンクにすると。これがぴったりこう、これが入るかやし、入らねえか。これをそのままここにぶち込む感じになりそうです。このステンレスのトレイは 270×205 ミリ。20.5、25.7×19.7 の四角をここに作ると4ミリ。このボコってなってるラインがちょうどシンクが収まるラインだって。
もうすでにいいんじゃねこれ。すでにいい感じだわ。この中に溜まった水を傾けて流せるから一番角にあった方がいいと思うんですよ。ステンレス用のホールソー 50mm 買ってきます。で 50mm の穴開けてこれを上からポンってやるんだけど 50mm これキワキワにやっちゃうとこれがこの厚みの分がはまらなくなっちゃうんで、まあ、気持ち内側にやった方がいいんだけどな。この辺で上にある海水タンクのセットがしづらい。いいね。あ、入った入った。ちょうどいい。結局こんな短くなった。コンポースが通ってこのぴったりついてたフィルターをタンクに入れます。これの置き場がちょっとまだないんで、使うか。でちょうどここのところがくぼんでるからこのところに穴開けて結束バンドを固定するようなこういう感じのレイアウトでいきます。何でも結束バンドだな。よし。これマジックテープ。奇跡のぴったりサイズじゃん。これで、待っちゃう。するとちょっと前すぎるかもしれないけど、これで脱着可能な。こうすりゃいいんじゃない？こうすりゃ。はい。おお、いいね。で、これごとこうなると。結構使い勝手良くなった。これはここに上からぶっ刺すだけ。
よし押すと、おおいいね。ちょっとこっち寄りになっちゃってるけどいいんじゃない？やっぱこれフラットなトレイだから結構溜まっちゃうね。最後こうやって隅に傾けて極力水を出すと、強力すぎない何回でも脱着できるやつを買いました。マジックテープ。よし、これでやると釣りに行けるぞ。くー